はい、黒部アルペンルートの室堂でバックカントリースキーしてきました。はい、2025年11月16日日曜日です。アイスバーンでハイクアップするところで、ちょっと滑落してしまいました。後で詳細説明します。はい、これ朝8時の、大木沢ですね。大町からちょっと30分ぐらい入ってきた山の中の、大木沢の駅っていうんですかね。ここからトロリーバスに乗ります。これが室堂じゃ、大木沢のターミナルですね。ここから電気バスに乗ってきます。はい、合計4個交通機関を乗り継ぎます。まずこれが最初の電気バス、降りたところですね。降りて今度、地下ケーブルカー、ちょっと歩くんですよね。あ、違うか。地下ケーブルカーに行くんですけど、黒部ダムですね。ここで黒部ダムを見て、これがかの有名な黒部ダムですね。観光放水とかがあるところ。はい、ちょっと、これ観光放水なんですかね。ちょっと放水してました。で、ここは、20分ぐらい歩くんですかね。で、この黒部ダムを越えて、反対側に、ケーブルカー、地下のケーブルカーですね。地上に出ない地下のケーブルカーを登って、はい、これ黒部ダムの反対側に来ました。ここも結構歩くんですよね。はい、観光客の方は楽しいと思うんですけど、はい、これ地下ケーブルカーですね。結構ちっちゃくて、急斜面なんで、ちょっと怖いですよね。スキー板持ってるんで、ちょっとここ怖かったですね。ここに乗って、これも10分ぐらいなんですけど、乗り物自体は結構乗ってる時間短いんですけど、何しろ乗り換えが多いんですよね。合計4本。電気バス、地下ケーブルカー、ロープウェイ、また電気バス4本に行くんですよね。これが、地下ケーブルカー降りたところです。ここから、ロープウェイの方が見えますね。これが黒部湖っていうんですかね、の眺めですかね。真正面の方が、室堂の方に行く山です。ここから、ロープウェイ、長いロープウェイで、ロープウェイのこれ発着駅ですね。ここからロープウェイ乗っていきます。ここは景色いいんですけど、すごいいい場所はすぐ取られちゃいますね。自分、スキー板持ってるんで、ちょっと遠慮がちに後ろの方から行ったんで、あんまいい景色は見えませんでした。でも、ここ、春は、室堂からここ滑り降りてこれるんですよね。黒部ダムまで来れるんです。はい、これが最後の、電気バス。また電気バスですね。昔トロリーだったらしいんですけど、2025年、今年からですよね。要は充電式のバスになったみたいですね。リチウムイオンの。なので上の河川がなくなったってことですね。はい、室堂着きました。室堂着くと結構登山届出せっていう看板は多いですよね。あと出たところに登山指導員っていうんですかね。あれがボードに登山届出した、がついた、ペンもついてるやつが渡そうとしてきますね。出せって感じでね。はい。言ってきますね。でも別にアバランチビーコンのゲートとかないですよね。観光客多いから無理なんでしょうね。はい、これ室堂ですね。はい、感動の室堂に来ました。で、真正面の方が室堂山ですかね。はい、この辺、ほとんど観光客ですね。今日スノーボーダーとスキーヤートータルでいたのが、10人とか20人じゃないでしょうかね。そんないっぱいはいないですよね。登山の人は今、アイゼンつけた登山の人いるんですけど、スキー、スノーボーダーは少ないですね。パウダー降ってないからっていうのもあると思うんですけども、よくわからないので、他の人についてきました。右にあるのが診療所っていうんですかね。室堂の診療所なんですかね。結局、室堂山に登りました。今地図出します。はい、こんな感じで、室堂山に登ってきました。どこに登るってね、決めてなかったんですけど、なんかみんなこっちに来てたんで来ました。で、途中、ハイカップ中に転倒滑落した場所です、に印付けてます。はい、こんな感じで、なんかみんなこっちに登ってきますね。なので、なんか今のシーズンは室堂山なんですかね。おそらく、山とスキールート212、あと、下の、概要欄にリンク貼っておきますけども、この本おすすめですね。この室堂のあたりも、山とスキールート212に載ってます。はい、ハイカップ中に、転倒滑落したのはこの辺ですね。苦闘はつけずに、スキーのシールだけで登ってました。つるーんと滑ってしまって、コテンとこけて、スキー板流さなかったんですけども、立ち上がれなくて、困りましたね。で、張っていくような感じで、登山道の方に戻って、シートラに変えました。ブーツにアイゼンつけて、右手に、山側の手に、45センチのペツルの、ピッケルを持って、反対側の手に、
スキーのストックですね。ストックというか、正確に言うと、登山のトレッキングポール使ってるんですけど、はい、これ滑落して、スキーのシールでもう登れなかったなったので、はい、これにしました。シートラ背負いました。アイゼンとピッケル持って登りました。この、室堂山のハイクアップのところは、この辺ですかね、結構滑るんですよね。アイスバーンみたいになってて、コンディションによると思うんですけども、シールだけで登ってる人もここでまたシールに戻しました。急なとこは、あれですね、アイゼンとピッケルで登りました。ピッケル短いやつですね。ペツルの確か45センチ、すごい短いのを山側に持って、反対の手には伸縮式のカーボンのストックですね。夏用のモンベルの夏用のカーボンのストック使ってます。本当はスキーに使っちゃいけないみたいなんですけど、モンベルの人に聞いたらなんかダメって言われたんですけど、大丈夫なんで使ってます。はい。ちょっと心配だったので、ピッケルあった方が良かったですね。で、ここ今、シールで歩いてます。もう室堂山の山頂付近なんですかね。どこから滑ったらいいのか全くわかんなくて、周りに誰かいないかなと思ったんですけど、やっぱ人が少なかったんですね。で、恐る恐る滑ってます。これ、室堂山の山頂から、室堂のステーションの方に滑ってます。こんな感じで岩とかまだ出てるんですよね。でもこれが、来年の春になると全部埋まるんだと思うんですけども、まだ雪が足りないってことなんですかね。なので、ぶっ飛ばすとちょっと障害物あって危ないですね。別にスキー板が傷つくっていうレベルじゃないんですけど、あと、ここの辺はまだいいんですけど、さっきハイクアップ中に、滑落したとこは、やっぱアイスバーンですね。スキーで滑っても怖い。滑っちゃいました。なので、この辺まだいいんですけど、何ですかね、ショートターンで、気持ちよくぶっ飛ばせるってほどではなかったですね。恐る恐るって感じですね。この辺いいんですけど、さっきの、滑落したエリアが、やっぱり危ないですね。で、結局どうやって降りたかっていうと、みんながハイクアップして、溶けてるところ、アイゼンで踏みしだかれてるところを滑ってきました。なかなかこの辺はまだそんなシャドウがないんですけど、この辺からだんだんアイスバーンなんですね。左が綺麗な斜面あるんですけど、ツルツルツルっていっちゃって怖いんですよね。なので、はい、なるべく、登山者がハイクアップしてる、踏みしだかれたところですね。この辺ですね。足跡がいっぱいあるところに来ています。ここはさすが溶けてるんですよね。みんなが踏んづけてるから。でもこの左右の綺麗なところはダメですね。はい。尾根沿いにちょっと降りようと思ったんですが、やっぱ、アイスバーンになってて怖いので、はい、登山道に戻るとこですね。登山道の方に降りてきて、この辺は、人がいっぱいいるとこですね。なので、この登山道を戻ってきました。はい。最近、室堂とかで、パウダーで優勝っていう動画いっぱい上がってますけど、あれはやっぱ降った直後なんですかね。ここは晴天が続いちゃうと昼間に溶けて、それがきっと夜に、低温で凍って、この辺とか危ないんですよ、ほら。この人が歩いてるところはいいんですけど、それ以外のところ綺麗ですよね、斜面。こう滑れるんじゃないかなって思うんですけど、ダメで、ツルツルツルっていっちゃうんですよね。はい。自分が上手くないのもあるんですけども、下から見てたら、他の方もこの辺で転倒してたので、やっぱり無理ですね、ここで滑るのは。こういう感じで、ここ、登山道、ハイクアップレーンをなんとか降りてるって感じですね。左のとことか綺麗なんですけど、アイスバーンですね。スケートリンク状態で、ちょっと無理でした。はい、なので、本日は、優勝とは言えないですね。一応室堂山の山頂から一応滑ってきたんですけど、一応転ばずに滑ってきたんですけど、なんとか降りてきたって感じですね。こんな感じで、ハイクアップ、他の人がハイクアップしてるところを滑ってますね。そうじゃないと、もう完全アイスバーンなんですね。この下の方とかも、すごい綺麗そうに見えますよね。でもダメなんですね。ちょっと硬くて。これ時間は、お昼頃、多分12時54分っていうからもう1時ぐらいになってるんですね。それでまだ緩んでないんですよね。はい。ハイクアップするときは暑くて、もう本当 T シャツになりたいぐらいだったんですけど、でもやっぱさすが標高あるから、カチカチなんですよね。ここ人が歩いてる上を滑ってますね。わざとそうしてるんですね。アイスバーン、この辺とか、アイスバーンなんですよね。
緩斜面で簡単そうに見えるんだけど、そんなに簡単じゃないという感じですね。まあ、この辺はもう緩斜面だから、まあ別に転ばないんですけど、ということで、今日の室堂は難易度高かったですね。はい、まあ無事降りてきて、ここで、おやつというか昼飯食べてます。昼飯は、コーンフレーク、グラノーラと水です。はい、以前はいろいろ食事持ってきたんですけど、最近めんどくさいので、コーンフレーク、グラノーラにのみにしてます。これ車中泊もこれ、車の運転中もこれ、で、バックカントリーの最中もグラノーラですね。はい、これ、もう一回登り直してます。詳しくはGPS の軌跡見てください。こんな感じで、ここだけ、なぜかトレース、ここだけ緩んでるんですよね。詳しい方いたら教えてください。なぜなんでしょう。この1レーンだけ、この、トレースがついてるところだけ、なぜか雪が緩んでるんですよね。で、この右のところ、みんな綺麗な斜面ありますよね。そこはカチカチアイスバーンで、ハイクアップすら転倒するぐらいですね。苦闘をつけても怖い感じ。まあ、滑ってるところだけなぜか上がれるんですよね。その代わり左側がすぐ、谷まで、これ落っこったら、ちょっと危ない感じですかね。骨折するかしないかっていうところで、この谷のすぐ横の、何ですか、2、3メートル、なぜかここだけ雪が緩んでるという、すごい不思議な現象でした。で、本当不思議ですね。なので、知ってる人はここを滑ってるんですよね。知ってるんですね。皆さん詳しいですね。で、ちょっとだけここ滑りました。はい。こんな感じで滑り。ほんのちょっとだけですけど。はい。ここは大丈夫なんですよね。普通に滑れるんですよね。でも、ちょっとこの2、3メートル左に行くと、カチカチアイスバーンっていう。で、右に落ちるとこれ、2、3メートル段差あるんです。ちょっと危ない。という感じですね。で、真正面が室堂のターミナル。という感じで、この後、帰ってきちゃいました。ちなみに、だいたい、かかる時間、朝の8時半に、大木沢のターミナル出発して、散々乗り継いで、到着がだいたい10時ですね。なので、1時間半かかるってことですね。今、これ午後2時ぐらいですね。午後2時ぐらいで、午後1時か。午後1時なんですけど、なんだかんだ準備して、午後2時ぐらいに出発して、帰りました。まあ、終電3時半まで粘れるんですけど、危ないですよね。午後を過ぎてから、また再度ハイクアップして、また滑ってくるっていうの、なんか、失敗したら危ないので、はい、もう帰りました。この時点で、まあ、2時ぐらいって感じですかね。はい、これ、室堂のターミナルか。はい、これも黒部ダムの方に帰ってきました。ロープウェイですね。真正面に見えるのが黒部湖ですね。景色素晴らしいですね。はい。ロープウェイ。これ、間に支柱がないんですよね。ワンスパンって言ってましたね。はい。これが、地下のケーブルカー。ここも急なんですよね。結構急なんですよね。はい。ここで、後で、下の方の駅で、中華のスーツケースがロケットミサイル発射されたので足でキャッチしました。はい。中国政府から感謝状を待ってます。はい。これ黒部ダムですね。観光放水してました。まあ、ここは観光地として来てもいいですね。はい。今日の電車賃、黒部アルペンルートのお値段は往復で12,000円。また来るかどうかっていうところですね。ちょっと高いですね。はい。大木さんのターミナル帰ってきました。結構疲れましたね。この1時間半で3時間移動にかかりますからね。これで結構疲れました。はい。またアップします。チャンネル登録とグッドお願いします。